こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。教養は本の要約とレビューをします。はた離島をうがかす改訂文庫版が世界的なベストセラーとして広く知られる D カーネギーの名手です。本書は1936年に出版されて以来、時代を超えて多くの読者に読み継がれてきた対人関係のバイブルであり、ビジネスパーソンはもちろん一般の方々にも強い影響を与えています。本書の根底にあるのは、人は何によって動くのかを探求し、そのための具体的なコミュニケーション数を伝習することです。改訂版では、現代の社会状況に合わせた字力や表現が加えられ、より分かりやすく実践しやすい内容にリニューアルされています。人生や主義の巣で他人と良好な関係を築きたい、信頼や共感を得たい、自分の考えをうまく伝えたい、そんな課題を持った人々に役立つ主語のアドバイスが詰まっている一冊です。これからの時代、AI や IT が急速に発展する中でも変わらないのは、人と人の心のつながり。その本質を学べる本書の内容は今こそ必要とされています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間関係の基本原則。本書の第一の橋は、人間関係の基本原則を明らかにし、それに基づいた行動を起こすことの重要性です。カーネギーは、他人を動かすために必要なのは、まず相手を理解し尊重することだと説きます。例えば、批判や非難は人の反発を勝きやすく、逆に真摯な関心や称賛は心を開かせる鍵となります。また、相手との立場に戻って考えること、自己中心的な態度を改めること、自分の感情をコントロールすることの大切さが繰り返し強調されています。これらの原則はビジネスシーンだけでなく、家族や友人関係にもそのまま使用できる普遍的な知恵です。カーネギーの提案する誠意を持って相手の話を聞く、相手の中に良い点を探す、異なる意見にも耳を傾けるなどの姿勢は、現代社会でも対人トラブルを弾ぎ、厳価なコミュニケーションを築く上で欠かせないものです。このセクションでは、読者が自分自身の言動を振り返るきっかけとなり、他者との信頼関係を構築するための第一歩を踏み出せるようになります。次に、相手を説得する技術。人を動かす上で重要なのは、自分の意見や要求を相手にうまく伝え、納得してもらうことです。本書では、その秘訣として、相手の視点に立つこと、無理に押し付けず、自然に統一を得る方法が解説されています。相手が何を望んでいるかを理解し、それを叶える手助けをすることで、人は自発的に動き始めます。また、カーネギーは、関心を引くためには、相手に重要感を持たせることが不可欠だと言います。他人の成功や能力を認め、自度に評価することで、相手のモチベーションを高めます。さらに、意見の違いがあっても、決して否定せず、まずは受け止める姿勢が大切です。自分の正しさを主張するよりも、相手の気持ちを摘み取り信頼を積み重ねることで、より建設的な関係が築かれます。この章を読めば、ビジネスの交渉座面から日常の会話に去るまで、様々な場面で説得力が神につくでしょう。さらに、人をやる気にさせる方法。誰もが他者から認められたいという欲求や役立ちたいという思いを持っています。カーネギーはその本能を生かして効果的に人をやる気にさせる方法を紹介しています。まず、褒めること、感謝を伝えることは、相手の自己価値観を高め、前向きな行動を引き出すために欠かせません。ただし、表面的なお指示やご機嫌取りでは逆効果です。誠実なフィードバックや具体的な行動を認める言葉が相手の心に向きます。また、責任を重ねて自発性を伸ばし、小さな成功体験を積み重ねさせることで、徐々に大きなモチベーションへとつながっていきます。本章では、子育てや部下育成といったシーンで応用できるアドバイスも多数紹介されており、リーダーシップを発揮したい方にも役立つ内容です。そして、批判を避け、
差照りを指摘する方法、他人の間違いや改善点を指摘する場面は避けて通れません。しかし、ただ直球で批判すると人間関係を壊しかねません。本書では批判を避けつつ効果的に指摘する方法として、まず自分の過去の失敗を話す、共感的な態度を示す、提案性で伝えることなどが紹介されています。相手を傷つけずに行動を修正してもらうためには、相手の自尊心を守ることが何より大切です。君を責めるつもりはない、私にもそういう経験がある、と前置きするだけで、相手の境界心はぐっと下がります。また、複数の選択肢を与えたり、改善点をポジティブに伝えることで、相手と自身が考え行動できる余地を残すことが重要です。このアプローチは、長期的な信頼関係の構築にもつながります。最後に、実力を通じた学びと応用。カーネギーの特徴は、難解な理論ではなく、日常に即した事例を豊富に取り上げている点です。例えば、米国大統領や著名な経営者がどうやって部下や国民の心を動かしたか、友人関係や家庭内でどのようにコミュニケーションの工夫をしたかなど、リアルなストーリーが多数紹介されています。読者はこれらの事例を通じて、理論だけでなく具体的にどう実践すればよいのかを学ぶことができます。また、多くのチャーは現代にも通じる普遍的な内容で、文化や状況が変わっても応用しやすい点が大きな強みです。自分自身や身近な人々に当てはめながら読み進めることで、より深い理解と実験力が身につくでしょう。結論として、人を動かす改訂文庫版かなとは、人生をより豊かに、そして飾りあるものにしたいすべての人に強くお勧めできる一冊です。この本が向いているのは、コミュニケーション能力を高めたいビジネスパーソン、部下指導や子育てを行うリーダー、そして良好な人間関係を築きたいと願う一般の方々です。なぜこの本が役立つのか。それは単なる理論集ではなく、着日時間できる具体的なアクションと実力が豊富に試されているからです。加えて、時代や文化の違いを超えて通用する普遍的な人間心理や原則に演座しているため、どんな立場や年齢の人にもフィットします。現在の情報社会は、速さや効率だけではなく、人と人との信頼こそが最も大きな価値となっています。カーネギーのメソッドを身につけることで、相手の心を突きつけ、影響力を高め、多様な人々と協力的な関係を助けるはずです。他の自己啓発書との差別化ポイントは、シンプルかつ納得感のある原則をセティワと組み合わせて解説している点、使用性の高さと信頼にかかる長い時、読後すぐに変化を感じられる行動自身を兼ね備えています。ビジネスにもプライベートにも役立つこの一冊が、あなたの人生の転換点になるでしょう。ご支援いただける場合は、D カーネギーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。